こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は IKEA 店頭で見つけた注目アイテムについてご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回行ってきたのは IKEA 渋谷店です。1階から7階まで丸ごと IKEA という店舗構成で、各フロアの面積はコンパクトなので、お店全体としては大型のインテリアよりも小物中心のラインナップの都市型店舗です。店内には渋谷店限定のエコバッグが売られていたり、7階にあるスウェーデンレストランでは渋谷店限定のメニューが食べられたりと、このお店ならではの楽しみもありました。1階にあるスウェーデンビストロでは、なんと IKEA カラーのドーナツもありました。他にもサーキュラーショップというアウトレット品のコーナーや、フォトボックスというその場で撮った写真をデコレーションできるというサービスもありました。今回はそんな IKEA 渋谷店で見つけた注目の IKEA アイテムについてご紹介していきたいと思います。まずは収納用品からご紹介していきます。店内で大きくディスプレイされていたのは、こちらのスコーディスという壁面収納です。こんな風におしゃれに見せる収納が作れるこのシリーズ。ボードのサイズも縦長のものや真四角のもの、さらに横長のものと各種揃っています。ボードのカラーはホワイトの他にベージュもあります。組み合わせられるパーツも様々で、こちらはトレイ型、こちらは蓋付きのカップタイプ、他にも布製のポケットやペンスタンドにもなるカップ、ボードなどが立てられる大きめのフック、紙が挟めるクリップ、さらに小物が吊るせるフックや絵などが飾れるフック付きのゴムもありました。続いてこちらは新商品のノイグというシリーズ。サイズが豊富で引き出しの仕切りなどに便利なこのシリーズ。小さい真四角のサイズや細長いサイズ、少し幅の広いサイズやさらに大きいサイズ、そして深さのあるタイプなど様々なラインナップがありました。こちらも新商品のシャッパというアイテムは、可愛い顔のデザイン付きで子供部屋に合いそう。なんと2個セットで69円という安さです。収納用品ではもちろん定番品も店頭に並んでいました。こちらは大人気商品のバリエラという収納ボックス。定番の蓋付きボックスクッキスには新色のターコイズが出ていました。こちらは紙製ボックスで定番のティエナ、蓋付きボックスタイプのほかマガジンスタンドもあります。続いてはクローゼット収納の定番スクップシリーズ。ホワイトの他にダークグレーのカラーも出ていて、衣装ケースタイプだけでもサイズが各種あったり、ハンガーバーに吊るせるタイプも出ています。こちらもクローゼット収納に人気のストゥークシリーズ。これも衣装ケースタイプがあるほか、高さのあるボックスやポケットタイプ、さらに仕切り用ボックスもあります。クローゼット収納では新商品としてバクスナというケースも出ていて、こちらも何種類かサイズが展開されていました。続いては白とグレーのバイカラーがおしゃれなラッキサルというシリーズ。こちらもサイズがいろいろあります。こちらはラッキサルと似たデザインで竹製の蓋がついたラップラというシリーズ。深さのあるタイプのほか、中に仕切りがついたタイプもありました。その他大容量なのに低価格なディムパやペルクラといったアイテムも並んでいました。こちらのソッケルビートは大容量の蓋付きボックス、かさばるものもたっぷり収納できます。ベッド下などに収納できる朝型タイプもあります。こちらはベルト素材が可愛いコンプレメントというシリーズ。大小2サイズあり、使わないときは畳んでおくことができます。
フェルト素材ではラッキサルという小物用の仕切りもありました。小さいサイズと大きいサイズの2サイズ展開です。これは水玉のデザインが可愛いプルムサというバスケット。レザーの持ち手がアクセントになっています。裏側がコーティングされているので水回りでも使えそうです。こちらはグレイグというシューズラック。使わないときはこんな風に畳んでおけるのが便利です。また天然素材の収納用品もいろいろありました。こちらのクノータという商品は竹製のケースがサイズ違いでセットになっています。同じく竹製なのがこちらのスマンラというバスケット。深いサイズと浅いサイズの2種類展開です。こちらは水草で作られたグラリグというバスケット。上部を畳んで浅いカゴとしても使える 2way タイプです。色とサイズ違いのタイプも出ています。他にも籐でできたスニダードという大きなバスケットや木製のモッペという引き出し式の小物入れもありました。続いてはキッチン用品の注目アイテムです。こちらはオストビットという竹製のシリーズ。カトラリーケースは細長いサイズのほか持ち手付きのタイプもあります。さらにサービングプレートやトレイも各サイズ展開しています。食器もプチプラでおしゃれなデザインのものが多数揃います。こちらのグラデリグというシリーズは和食にぴったりのデザイン。白地にブルーのデザインのブルサンデは和洋どちらにも合いそうです。こちらのリネーラというシリーズは色違いで組み合わせてもおしゃれです。また IKEA ではキッチンクロスも人気商品。こちらのリンニングという商品は柄違いの4枚セットで399円とコスパが高い商品です。こちらのベスクーレンというキッチンクロスはイエローの色味がおしゃれです。キッチンクロスの他にステクニングという布巾もあります。こちらのクラーマというループ付きタオルはなんと10枚入りで399円。キッチン用はもちろんお子さんの保育園用などにも使えそうです。 IKEA ではフリーザーバッグも種類が豊富で人気です。こちらのイースタードは 1.2 リットルと 2.5 リットルの各25枚入り。こちらは6リットルと 4.5 リットルの各15枚入りです。こちらのブルーとグリーンは同じサイズの色違いです。さらに 1.2 リットルだけが25枚入ったタイプもあります。他にも動物柄のクラーブルトや花柄のクレネート、縦長サイズのベコスタ、ミニサイズのホプスパラ、さらに新商品のブロームブケットなどがありました。ではその他の注目アイテムを一気にご紹介します。こちらは各店舗で品薄になっている人気の新商品ビッグレクです。収納ボックスの蓋にレゴを組み立てられるというアイデア商品。ボックスは3種類出ているほかレゴ本体も販売されています。続いてこちらはエフテルトレーダというバスタオル。 IKEA のロゴが大胆にプリントされたタオルでホワイトとイエローの2色から選べます。こちらはプルピングラというランドリーバッグ。内側が防水加工になっていて大容量で巾着のように絞って使うこともできます。こちらはホルバルという蓋付きのゴミ箱。大きいサイズは蓋が半分だけ開く仕様になっているため小さいサイズのゴミ箱を上に乗せて分別することもできます。リルフルトという充電用ケーブルもラインナップが豊富。ライトニング用、USB-C 用、マイクロ USB 用のほか両方 USB-C のタイプもありました。ケーブルだけでなく置くだけで充電できるワイヤレスタイプやケーブルボックスも出ています。また電池もおしゃれなデザインのものが低価格で購入できます。単3や単4電池のほかボタン電池や充電式の電池もあります。さらに最近はバッグもラインナップが充実してきています。
こちらはドロームセックというシリーズのバックパック。同じシリーズでは他にも大容量のウィークエンドバッグやメッセンジャーバッグ、洗面ポーチなどが出ています。さらにバッグではベルデンスという新商品もありました。ポケットがたっぷりのウィークエンドバッグは中に取り外せるインナーポーチもついています。こちらのバックパックもインナーポーチ付きでした。他にも巾着型のジムバッグ、リュックとしても使えるトラベルトートバッグ、ミニサイズのアクセサリーバッグなどがありました。IKEA の商品はネットスターでも購入できますので、気になるアイテムがあった方はチェックしてみてはいかがでしょうか。